これから懲戒試験を始めます。懲戒試験のページを見てください。J テスト実用日本語検定音量調整 J テスト実用日本語検定音量調整 1J テスト実用日本語検定音量調整 2J テスト実用日本語検定音量調整 3J テスト実用日本語検定音量調整これで音量調整を終わります。これで音量調整を終わります。聞こえない人は手を挙げてください。これから聞くテストを始めます。1、写真問題。写真を見て質問に答えてください。はじめに写真について質問をします。その後で文を4つ言います。4つの中から一番いいものを1つ選んでください。文は1回しか言いません。まず例題をしましょう。例題の写真を見てください。これは何ですか？ 1、コップです。2、椅子です。3、ノートです。4、鉛筆です。一番いいものは1です。ですから、例のように1をマークします。問題は1から6まであります。それでは問題を始めます。A の写真を見てください。問題1。ここはどこですか？ 1、教会です。2、講堂です。3、学生寮です。4、神社です。B の写真を見てください。問題2。これは何ですか？ 1、時刻表です。2、漬物です。3、ガラスです。4、毛糸です。C の写真を見てください。問題3。正しい説明はどれですか？ 1、カーテンが開いています。2、タオルがかかっています。3、鏡が割れています。4、T シャツが落ちています。D の写真を見てください。問題4。これで何をしますか？ 1、花を飾ります。2、枝を切ります。3、線を引きます。4、体重を測ります。E の写真を見てください。問題5。何をしていますか？ 1、紙を溶かしています。2、紙を結んでいます。3、髪を洗っています。4、髪を乾かしています。
F の写真を見てください。問題6。居酒屋で注文していないものが運ばれてきました。何と言いますか？ 1、それ間違えたかもしれません。2、それ返品させていただけませんか？ 3、それ注文したことがありません。4、それ頼んでいないのですが。2、聴読会問題。最初に質問を一つ言います。話や会話を聞いて、問題用紙の1、2、3、4の中から一番いいものを一つ選んでください。文は1回しか言いません。まず、例題をしましょう。例題を見てください。男の人と女の人が話しています。男の人のカバンはどれですか？私のカバンは黒くて大きいです。これですか？ええ、そうです。男の人のカバンはどれですか？一番いいものは4です。ですから、例のように4をマークします。問題は7から12まであります。それでは問題を始めます。G を見てください。男の人が話しています。問題7。男の人が持っていかないものはどれですか？私はよく出張でアジアの国へ行くのですが、荷物はできるだけ少なくしています。暑い国なので上着は着ません。ホテルにはタオルや石鹸、歯ブラシなどが置いてあるので、持っていかなくてもいいのですが、外国の歯ブラシは合わないので、いつも使っているものを持っていきます。それから仕事で行くのですから、名刺とパソコンは必要ですね。それからサンダルも。飛行機の中や仕事以外の時には歩きやすいし、雨の時も履けますから、スーツケースに入れてあります。問題7。男の人が持っていかないものはどれですか？H を見てください。女の人が話しています。問題8。女の人はグラフのどこですか？このグラフは全国で15歳から69歳の男女に行った傘に関するアンケート調査の結果です。傘を選ぶポイントについて一番多かったのが値段で 61.3% でした。次に丈夫さで 50.4%、デザインが 43.6% と続きます。軽さと答えた人も 31.5% いました。その他の答えには持ちやすさやしまいやすさというのもありました。私はできれば安いものを買いたいですが、すぐ壊れて使えなくなるのは困るので、少し重くても雨や風に負けない傘がいいと思っています。ですから、ここになりますね。問題8。女の人はグラフのどこですか？愛を見てください。会社で男の人と女の人が話しています。
問題9。女の人は今日どれを食べますか？原さん、今日のお昼ご飯どうします？駅前にオープンしたお店、美味しいらしいですよ。ああ、スパゲティの専門店ですよね。行ってみたいんですけど、すごく並んでるでしょ？いつもと同じだけど、桜屋にしようと思って。ああ、じゃあ僕も一緒にいいですか？もちろん。何にします？いつものカレー？はい。桜屋のカレーは最高ですからね。原さんは？今日はあっさりしたものがいいから、お蕎麦か刺身定食かな。桜屋のそばはまだ食べたことないな。美味しいですよ。おすすめです。そうなんですか？よし。原さんがそう言うならそれにしようかな。うん。私はどうしよう。刺身定食は少し高いのよね。給料日前だし、僕と同じにしたらどうですか？そうね。問題9。女の人は今日どれを食べますか？J を見てください。学校で女の人と男の人が話しています。問題10。2人はどのクラスですか？先生にテストの成績をもらってきたよ。見せて。あ、僕たちのクラスはあまり良くないね。そんなことないよ。合計はここ。そこは漢字。あ、ほんとだ。これは漢字だけか。見て、タムさんが頑張ったから聞くテストがいいよ。僕だけじゃないよ。うちのクラスは本さんもルーカスさんも聞くテストは得意だよ。3人がいい点だったからね。クララさんは言葉テストが100点だったでしょ？すごいね。あ、平均点も4クラスの中で一番だ。でも漢字は難しいね。うん。先生が漢字の宿題を増やすって。嫌だな。問題10。2人はどのクラスですか？K を見てください。会社で男の人と女の人が話しています。問題11。男の人はどこを直したらいいと言っていますか？渡辺さん、この報告書見ていただけますか？ああ、週末のイベントのだね。はい。どれどれ？なかなかいいんじゃない？このグラフは来場者数と売上額だね。わかりやすくていいよ。あれ？写真は1枚しかないの？それにちょっと小さいな。いいえ、たくさん撮ったんですけど、報告書を1枚にまとめようとするとスペースがなくて、タイトルを小さくしますか？いや、タイトルはこのままでいいよ。せっかく野外イベントの様子を見に行ってきたんだから、それを分かってもらうには、文章より写真だよ。2、3ページになってもいいから、写真をもっと入れて、一言添えるようにしたらいいかな。そうですね。わかりました。問題11。男の人はどこを直したらいいと言っていますか？L を見てください。父親と女の子が話しています。問題12。女の子が知らなかった交通ルールはどれですか？めぐみももうすぐ小学生だね。
一人で外を歩くことも多くなるから、交通ルールを知っておかないと。私、ちゃんと知ってるよ。信号は赤になったら止まる。青になったら進むでしょ？ちゃんとやってるよ。そうだね。でも横断歩道を渡るときに気をつけることはそれだけじゃないよ。ちゃんと手を挙げて渡ってる？手を挙げて渡らないといけないの？そう。子供は小さくて運転してる人から見えにくいから、手を挙げた方が車からよく見えるんだよ。ならこれからそうする。それから遊びに出かけるときにも気をつけることがあるんだよ。道路では絶対にボール遊びをしないこと。わかってる。ボールを追いかけて車にぶつかったらいけないからでしょ？そうそう。ちゃんとわかってるね。それから自転車に乗るときはね。お父さん、もうわかった。だって私、まだ自転車乗れないもん。問題12。女の子が知らなかった交通ルールはどれですか？3. 応答問題。はじめに短い文を一つか二つ言います。その後で一人がそれに答えます。1、2、3の中から一番いいものを一つ選んでください。文は一回しか言いません。問題だけ聞いて答えてください。まず、例題をしましょう。例題1。おはようございます。1、おはようございます。2、おやすみなさい。3、さようなら。例題2。お仕事は？会社員です。1、私も会社員じゃありません。2、私も会社員です。3、私も医者です。一番いいものは、例題1は1、例題2は2です。ですから、例題1は1、例題2は2を例のようにマークします。問題は13から28まであります。それでは問題を始めます。問題13。明日は晴れるかな？ 1、天気予報の通りだね。2、台風が来てるらしいよ。3、暑くなるらしいよ。問題14。どうして来なかったんですか？ 1、電車が遅れたんです。2、ありましたよ。3、褒めないでください。問題15。1月に両親に会いに国へ帰ります。1、お帰りなさい。2、お出かけですか？ 3、楽しみですね。問題16。孫さんはホテルの予約をしてください。1、では病院に行ってきます。2、ではインターネットでやっておきます。3、では新聞を買ってきます。問題17。何か変な音がしませんか？ 1、やめてくださいよ。2、悲しいですね。3、登録しましょう。問題18。鈴木さん遅いですね。
1、ほんと怖いですね。2、もしかしたら道に迷っているかもしれません。3、たった今伝えました。問題19。友達の結婚式にこのスーツどうかな？ 1、ええ、よかったわ。2、ええ、よく似合っていたよ。3、ええ、良さそうね。問題20。木村さんに会ったことは？何度かありますよ。1、どんな人ですか？ 2、じゃあ今度紹介しましょうか？ 3、優しい方ですね。問題21。月曜日はお休みのようですね。1、それじゃあ行ってみましょう。2、それじゃあ友達に聞いてみましょう。3、それじゃあ火曜日にしましょう。問題22。連休どこに行こうか？ 1、行ってみたいな。2、うちにいようよ。3、簡単でいいよ。問題23。帰りの切符を買っておくと便利ですよ。1、なるほど。じゃあ行きましょう。2、なるほど。じゃあ買いましょう。3、なるほど。じゃあ置きましょう。問題24。今、お茶入れるわね。1、かしこまりました。2、おかげさまで。3、いえ、お構いなく。問題25。柴田さんの心はまるで海のように広いな。1、いやー、とんでもないです。2、いやー、くだらないです。3、いやー、つまらないです。問題26。お祭り楽しかったよ。じゃあ、行けばよかった。1、あれやっぱり行ったの？ 2、だから誘ったのに。3、写真見せようか？問題27。新しい部屋はどう？ 1、まあ気になってるかな。2、まあ気に入ってるかな。3、まあ気にしてるかな。問題28。あ、肩に虫がいる。え、早く取って。1、じっとしてて。2、わざと動いて。3、のろのろ歩かないで。4、会話説明問題。会話や説明などを聞いて、後の質問に答えてください。質問は一つの問題に2つか3つあります。問題用紙の1、2、3の中から一番いいものを1つ選んでください。文は1回しか言いません。まず例題をしましょう。すみません。頭が痛いですから今日は帰ります。わかりました。女の人はどうして帰りますか？一番いいものは2です。ですから、例のように2をマークします。問題は29から38まであります。それでは
問題を始めます。1、男の人と女の人の会話を聞いてください。お弁当並べるの終わりました。じゃあ、お先に失礼します。ああ、宮崎くん、今晩何か用事ある？いや、特には、何か。申し訳ないんだけど、ちょっと残業できないかな。急に混んできちゃって。さっき、立花さんから急に休むって連絡あって、アルバイト全然足りないのよ。ああ、そうですか。1時間だけでもいいから。仕方ないですね。ありがとう。じゃあ先に30分休んで。わかりました。問題29。男の人はこの後まず何をしますか？問題30。二人はどこで話していますか？2、女の人の話を聞いてください。私は旅行が好きです。今年の春休みに大阪へ行きました。大阪では美味しいものをたくさん食べました。夏休みには京都へ古いお寺を見に行くつもりでした。でもやめました。京都の夏はとても暑いそうですから。それに最近は海外からの観光客が多くてとても混んでいてゆっくり見物できないそうです。ですから京都のお寺を見るのは冬休みにしました。冬は観光客が減るそうです。少しいいホテルを予約しました。あと2ヶ月です。今からワクワクしています。問題31。今、季節はいつですか？問題32。女の人はどうして京都へ行きませんでしたか？3、会社で女の人と男の人が話しています。この会話を聞いてください。寒くなりましたね。風邪をひかないように何かしていますか？そうですね。僕は温かい飲み物を飲んで早く寝るようにしています。ああ、私もです。ちゃんと寝ないとすぐ体調が悪くなるので、それでも風邪をひいてしまうことはありますよね。そうなんです。駅やデパートなど人が多いところへ行った後は気をつけないと。それだけじゃないですよ。家族からうつることもありますから。実は今月の初めに子供から、もう大変でしたよ。そうでしたか。大丈夫でした？喉が痛くて2、3日食事ができなくなってしまいました。それは大変でしたね。問題33。男の人は風邪をひかないように何をしていると言っていますか？問題34。女の人はどうして今月の初めに風邪をひいたと言っていますか？
4、男の人と女の人の会話を聞いてください。フォンさんは打ち水を知っていますか？打ち水？初めて聞きました。暑い日に道や庭に水をまいて涼しくすることですよ。今年の夏は暑かったですから、私もよく家の前の道路や庭に水をまきました。へえ、水をまくと涼しくなるんですね。でも水がもったいないですね。水道料金も高くなりそうです。水道水は使わないんですよ。雨の日に雨水を溜めておいて、それを使うんです。ああ、それはいいですね。最近は水道局が打ち水用の下水再生水を無料で配ったりもしているようですけどね。下水再生水？汚れた水を処理してきれいにしたものです。でも、そこまでしなくても雨水で簡単に涼しくできますよ。エアコン代も節約できそうですね。私も来年やってみます。問題35。男の人が打ち水に使うのは何ですか？問題36。会話の内容と合っているのはどれですか？5、女の人と男の人の会話を聞いてください。日本に来て、日本人は日本語しか話さないから、ちょっと驚きました。シンさんの国ではどうですか？僕の国にはいろいろな民族がいるんです。マレー人とかタミル人とか。民族が違うと言葉が通じないので、学校や会社では英語です。だから僕の国の人は民族の言葉と英語が話せますよ。そうですか。私の国では民族の言葉とフランス語ですね。でもお年寄りはフランス語が話せない人も多いし、都市に住んでいる最近の若い人はフランス語と英語を学んで民族の言葉が話せないという人も増えています。実は私もそうで、聞けばわかるんだけど、ほとんど話せないんですよね。文字は全然わからないです。へえ。じゃあ、いつもは何語を使っているんですか？僕は家族や友達とは民族の言葉ですけど、でも同じ民族の友達でも会社で話すときは英語を使いますね。日本人の友達にはびっくりされますよ。あ、それわかります。うちの家族は基本的にはフランス語ですね。民族の言葉は田舎の祖父母に会った時くらいかな。簡単な会話だけ。へえ、それじゃあできなくても仕方がないですね。問題37。男の人の国では何語が使われていますか？問題38。女の人は民族の言葉で何ができますか？これで聞くテストを終わります。